今回は科学データの世界における、言ってみれば万能翻訳機、そんなオープンバベルについて、その凄さに迫っていきたいと思います。さて、まずはいきなりですが、ちょっと想像してみてほしいんです。もし、科学の世界で日々生まれる膨大なデータがお互いにコミュニケーションを取れなかったとしたら、一体どうなってしまうでしょうか。実はですね、科学の世界ではまさにそれが日常的に起こってるんです。人間の言語にいろんな種類があるように、SDF、MOL、スマイルスといったもう数えきれないほどのデータ形式が存在するんですよ。これって研究者同士が協力したりデータを共有したりする上でのものすごい壁になってるわけですね。まさに科学界のバベルの塔と言える状況なんです。じゃあ、このコミュニケーションの問題をどうやって解決するのか、その鍵となるのが今回主役のオープンバベルなんです。これはですね、科学データが話す本当にたくさんの言語を理解して翻訳するために作られたすっごく強力なオープンソースのツールボックスなんですよ。その能力はもう圧倒的としか言いようがないんですね。なんと110種類以上もの科学ファイル形式に対応してるんです。読み込んだり書き出したり別の形式に変えたりが自由自在。まさにデータの多言語者、ポリグロットって読むにふさましいですよね。さて、ここからはオープンバベルが具体的にどんなことができるのか、そのすごい機能に踏み込んでいきましょう。最初のテーマは 2D の描画から 3D モデルへ。分子に命を吹き込んでシミュレーションできるようにするその方法です。このプロセスがですね、驚くほどシンプルなのにめちゃくちゃ強力なんですよ。まず入力するのは僕たちもよく見るような平面的な 2D の化学構造図です。で、次にオープンバベルの -G3D っていう機能を使うとエネルギー的に一番安定する立体的な形、つまり 3D の形をなんと自動で予測してくれるんです。これって例えるなら平らな地図からリアルな街の 3D 模型を作り出すようなものですよね。で、最終的にすぐにでもシミュレーションに使える 3D の分子モデルがポンと出てくるわけです。次に見ていくのは、現代の科学研究ではもう欠かせないめちゃくちゃ重要な役割です。テーマは AI のためのデータ準備。特に AI を使った創薬の分野で、なんで綺麗なデータが成功の鍵になるのか、その理由に迫っていきます。AI を使った創薬の世界ではよくこんなことが言われるんです。一番時間がかかるのはデータ準備だと。これ本当にその通りで AI の性能って学習させるデータの質でもう決まっちゃうんですよね。どんなにすごい AI モデルがあったとしても元になるデータが不正確だったらいい結果なんて絶対に出せないんです。そしてここがオープンバベルのすごいところ、データクリーニング機能です。例えばですね、元のデータって簡略化のために水素原子が描かれてなかったり、計算にいらない塩が混じってたりすることがよくあるんですよ。オープンバベルはこういうのを全部自動で処理してくれるんです。生理的な pH に合わせて水素原子をちゃんとくっつけてくれたり、余計な塩を取り除いてくれたりして、完璧な AI 対応データに生まれ変わらせてくれる。この自動化があるおかげで、研究者の人たちは退屈なデータ整理作業から解放されるわけです。そしてもっと創造的な研究に集中できる。これこそがイノベーションを加速させる鍵なんですよね。じゃあこのツール、実際にどれくらい影響力があるんでしょうか。次のセクションでは、オープンソースの原動力として、オープンバベルが世界の科学にどれだけのインパクトを与えているのか見ていきましょう。その影響力は数字を見ると一目瞭然です。ダウンロード数はなんと70万回以上。これはもう世界中の研究者がこのツールを信頼して日々の研究で使っているっていう証拠ですよね。さらに2000を超える論文で引用されていて、40以上の関連プロジェクトでいわば心臓部として動いている。このことからもオープンバベルが現代科学にとってもうなくてはならない土台になっているってことがよくわかります。しかも使われている分野も本当に広いんです。分子モデリングソフトのアボガドロとか、量子化学計算で有名なゲームスやガウシアン、さらにはケモインフォマティクスやバイオインフォマティクス、固体物理とか材料科学まで、本当にいろんな分野でなくてはならない必須のツールとして活躍してるんですね。このプロジェクト、実は結構長い歴史があるんです。
始まりは1992年のバベルというプログラム。その後、一部は商用版になったんですけど、そのコードを元にしてオープンソースのプロジェクトとしてオープンバベルがスタートしたんです。そして今ではオープンな科学ソフトウェアの基礎として確固たる地位を築いているというわけですね。じゃあその中身はどうなってるのかちょっとだけ覗いてみましょうか。パフォーマンスがすごく大事なので、主に C++ と C っていう言語で書かれています。でもここで本当に面白いのはその使いやすさなんです。Python の PyBel みたいなラッパーっていう仕組みを通じて、プログラミング言語の壁を気にすることなく、多くの科学者がこの強力な機能を使えるようになってるんですよ。で、実際の使い方もすごく直感的です。黒い画面のコマンドラインで簡単な命令を1行打つだけでもいいし、Python のプログラムの中に数行書き加えるだけでも OK。あるいは、もっと手軽に見た目で操作できる画面で変換したいファイルを選んで、変換ボタンをクリックするだけでもいいんです。どのやり方を選んでも、ファイル形式を変換するっていう中心的な作業をびっくりするくらい簡単で効率的にできちゃうんですね。つまり、ここでの一番大事なポイントはこれです。オープンバベルはただのファイル変換ツールじゃない。それは科学っていうアナログな世界と、コンピューターや AI っていうデジタルの世界。この2つをつなぐめちゃくちゃパワフルで、もう絶対に必要なインターフェースなんです。この事実は僕たちを最後の問いに導きます。分子の世界の共通言語ができた今、次にこの翻訳機によって解き明かされる画期的な発展っていうのは一体何になるんでしょうか。その可能性はもう無限に広がっていますよね。